どうも皆さんこんにちは、原カンタです。現在はイラク北部のシリア難民キャンプに来ています。2011年に始まったシリアの内戦、その影響でここイラクには今も多くのシリア難民が暮らしています。シリアのアサド政権が崩壊し、日本でも大きく報じられました。しかしシリア難民たちは今どのような生活を送っているのか、そして故郷に帰れる見通しはあるのか、今回はシリア難民キャンプの今に迫っていきます。ぜひ最後までご覧ください。まさかの、子供たちに囲まれるのでしたけど、オープニング終わったとみんな拍手してくれて、シュクランバースThank you ジャパン、ノートニーハオ、こんにちはこんにちは Yes OK じゃあ次行きましょう。子供たちがすごい多いですね。カメラ向けるとみんな手振ってくれる。バイ。アッサラムアライクム。My name is Kanta. YouTuber. YouTube Kanta? YouTube今通訳のランディさんが私の YouTube チャンネルの名前をみんなの手に書いて広めてくれています。どういう光景？シリア難民の子供たちの手に原カンタチャンネルのアドレスがどんどん書かれている。大丈夫かな？怒られないですかね。 You are writing my channel. You are promoter of カンタハラチャンネル。シュクラン。みんな可愛いですね。目がキラキラ。楽天。可愛いね。What's your name? Muhammad. Bye Muhammad. What's your name? Nalia. What's your name? Aziza. Aziza. Kanta. Hashime. Kanta. How are you? Assalamualaikum. Yes. Touch. Yes. かわいいね。今はですね、結構ね子供たちとカメラ撮影する前にね、いろいろちょっと通訳交えて話したりとか、ちょっと遊んだりしてね、少しね打ち解けたんで、子供たちが楽しそうにね寄ってきてくれたりするんですけれども、最初ね今回難民キャンプ到着していきなりねマネーって言われたのがちょっとねショックでしたね。久しぶりに多分外国人がこの難民キャンプに来たんじゃないかなと思うんですけれども、この難民キャンプはもう10年以上前からあるんですよね。そもそもシリアの内戦自体が2011年から始まって10年以上経過しています。なのでやっぱりこの避難生活というか援助に頼って生活をするっていうのがもう10年近く続いている。ましてやここにいる子供たちっていうのは本当に10歳未満の子供たちとかもすごく多いので、やっぱり外部からの支援に頼って生活をするっていうのが長くずっと続いてきてしまっているんですよね。なのでそういうもしかしたらですけれども、援助とか外国人にちょっと依存をするみたいな体質みたいなものが、もしかしたらこういう長引く難民キャンプでの生活で生まれてしまっているのかもしれないなというふうに感じました。はい。Not Fanta。世界中ねかなりいろんな難民キャンプ足を運んできましたけれども、このシリア難民キャンプに関してはね、この後ろの方とか見てもらうと分かると思うんですけれども、もうすでにね街ができてるんですよね。家とかも普通にあって、いわゆるテントのような難民キャンプでよく目にするテントとかっていうのはかなり減ってきているみたいです。なので、こういった難民がもうね10年近くこうやって生活をしていると、少しずつ家を作って街をね形成してきているみたいです。なので、そういった意味でね、もう本当にここに定住して暮らしてきているみたいですねっていうふうにちょっとここの難民キャンプにはどういった方たちが暮らしているんでしょうか。2011年に勃発したそのシリア内戦を逃れてきたシリアの方々で、多くの方がシリアクルド人ですね。シリアンクルディの方々ですね。昨日訪れたヤジディ教徒の方々が暮らしているキャンプに比べると、街のように見えるというか、比較的落ち着いた印象、発展している印象を受けるんですけれども、その理由っていうのは何なんですか。ヤジディ教徒の場合はイラク国内避難民、イラクの国内避難民っていうことで、基本的には帰還が前提。国内避難民キャンプは基本的に政府はもう閉鎖をしますっていうのを何度もアナウンスはしてるんですね。だけどここはシリア人の人たちで、定住化がその国連の方でも一部認めているというかで、イラク政府の方でもそこはやっぱり外国人を受け入れてるっていうことで違いがありますね。国内避難民の方は帰還前提っていう、でここは帰還困難ということで受け入れている、もう定住化ですよね。今ですね、このシリア難民キャンプの中を歩きましょうというふうになったので、横にいるスージーさんと一緒に今歩いています。こんにちは。こんにちは。スージーです。
です。スージーさんです。私は日本人です。じゃあ日本人です。So you are learning Japanese, right? Yes, ありがとうございます。Yes. How do you study Japanese? From Duolingo. Duolingo! よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様おです。疲れ様です。暑いですね。暑いです。めっちゃ暑いです。めっちゃ暑いね。Yes. Okay, okay. Let's walk. Yeah, let's walk. Let's so walk. we are heading to we are in Dumis camp. in Dumis Syria. camp, Yeah, okay. Syria. And we are like take a walk inside the camp and let's visit one of the refugee and let's see the situation and how is their life and how is their daily routine. Yeah, let's take a walk. Okay. So how many years? More than 10 years. More than 10 years. 11 years, 13 years, about like that. I asked around, do you want to go back to Syria? They said, no, we want to stay here. They are used to living here. Yes, I yeah. see. They say we feel that this is our hometown. We don't want to go back. I see. Yeah. Yeah. So, Okay, we can go visit. yeah, let's go. Thank you. Let's go. Come with me. Okay. 行きましょう。行きましょう。すごいですね。この辺はもう全部お店がたくさん立ち並んでいます。洋服屋さんとか、あとはなんだろうな、子供のおむつとかかな。あの辺は透明に子供のおむつとか売っているし、他にもファーウェイの看板がついてる。これはおそらくスマートフォン屋さんかな。その横にはなんだろう、アクセサリー屋さん、本当にいろんなお店がたくさんありますね。まあこっち側にはね、まだなんだろう、トタンでできた建物もあるので、まあこれはあれかな、人が住んでるっていうよりはおそらく、倉庫みたいな感じで使われてるんじゃないかなというふうには思いますけれども、もう本当に10年以上経っているので街となっていますね。さっきスージーさんも言ってましたけれども、何年もこう生活をしていると、ここでの生活にもう慣れきって、もうその地元には帰りたくないっていうふうに言っている方も多いみたいです。あそこにもファッションって書いてあるんでね、洋服屋さん。そしてその横には、ね、アラビア語かクルド語かって書いてあるんで読めないんですけどピースしてる、はい、レストランとかもありますね。はい、アスサラムアライクム。ピザ屋さんかな。難民キャンプっていう風にね聞くと、もしかしたら皆さんはこう、ね、テントがたくさん立ち並んでいて、子供たちがねこうガリガリで服もボロボロで、みんなこう悲壮感が漂っていて、すごいこう大変なこう生活の状況とかをこうイメージする方ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、もうねここに関しては本当にこう街が出来上がっているので、やっぱり難民とか難民キャンプっていう風に一言で言ってもいろんな状況のね場所があるんだっていうことを、こういう現場に来るとすごい実感しますね。今大通りからですねちょっと脇に入りました。 Can I shoot video? But 1 minute. 1 minute, Yeah, yeah. she wants to check. 今映像撮影の許可というかね、撮影が入りますよっていうことをお家の方に伝えてくれるのかな。いやーでもね結構暑いです。いや今まで言ってたバグダッドとかねファルージャとかもっと暑かったんですけども、意外とここもね結構気温が高くて日差しが強くて暑いです。はい、じゃあ撮影の許可は取れましたので、今お家の中に入ったらですね、このお水をいただきました。もうこれはイラクのどこに行っても出してもらえますね。はい、まず客人が来たらこのお水を出すっていうのがイラク流のスタイルみたいです。やっぱりね砂漠の国なんでね、まずはお水を出してあげるっていうことがこう何百年と、もしかしたらもっとですね続いてきたこう風習みたいで、今でもねそういう習わしが起こっているみたいです。めちゃくちゃ冷えてるんです。暑いです。You look very sexy. ありがとうございます。 This is sense. センスです。 Yeah, sense. Yeah. You like it? Very much. Yeah. I use it too much. Iraqi will use it too much. Okay. Japanese style. 今ですね、シリア難民の方のお家の中にお邪魔させてもらっています。少しですね、横にいる女性の方のバックグラウンドについてお話を聞いていきたいと思います。So I'm going to ask some questions about her background. The first one is, where are you from? معروفة إنه محمي سوريا، هذا اللاجئ سوري. I am from Syria and I am refugee in Kurdistan. Which part of Syria? منطقة ديرقي، منطقة كوشراتا. From Derek. The eastern part. When did you come to this refugee camp? 2015 بأزل الجريمة. هجدي توصل. So from 2015. 15. Until now it's been like 10 years I'm here. Why did you decide to leave Syria? مالا خزيرة من الفيري بين أزل جندبي يعني أمنا مهاجر بينا أو طلبا مكر يعني كخواستن طلبا مكر Father-in-law
they asked her to come here. Otherwise, her parents, before she married, she was living in Syria with her parents. But after that, like the grown, like they go propose her, and she said yes, and then she came here. How was the situation in Syria then? Because I have an image that refugee came to Iraq because of the bad situation in Syria. ست وقتی دم اثناء الحرب ده خلك ما حميل شامل Yeah, because war started, and that's why they started from the capital of the Syria, and then the people ran away from the capital to the village, to the site, and then it start the war even from the village. So that's why they come to the neighbor country. How was the situation of Daesh then, Islamic State then? Like, did you get any influence from them? برای من تقریبا بعد 12 13 ساله سردستی واحد کشتن. Yes, of course. For her brother, she lost it because of the Daesh. They killed him, and her country, her hometown, almost destroyed by them. So after you came to this refugee camp, how has your life been so far? How is your current life at this refugee camp? خودي خوشة باشا نوعا ما أري أزديرو أهلي خما صالحة صالح جاركي أز كم زيارة ده في أهلي Yes, I got used to this life and I love it. Yes, I miss my parents somehow. They are in Syria. I miss them. I visit them once a year, but it's okay. I love here. It's feel safe. Security situation is really good, and my husband go work, and yeah, I love. According to news, the war of Syria, the civil war in Syria ended like last December, Yeah, like 2024. But do you have a plan to go back to Syria? خودي نا إجبار أري نظام كات بس أبد أمان نينا نيجا كشتن كدبن نيجا شر كدبن نيجا ودت زي No, كدبن I don't want to go back because even I feel this is my hometown. Even if I go back, I feel like I am foreign there. I don't feel like this is my hometown. Everything changed there, even the currency, and the dollar raised too much there, like the high price. So I don't feel like I want to go back there. And even the security situation is really bad. They say the war is finished, but it's not actually. Like there is many thieves, many killing each other. So you cannot say like if there's a house and the parents are not there. So the Syria situation is like this. Since they don't have a president and many parties, so the security situation is really bad. Maybe some of them they said, I wish the time of the Assad. So yeah, if you remember the prison, if you heard about the Saitnaya prison, it was really bad, terrible situation there. So, but maybe some of them they said, oh, I wish that time because it's really worse now. I see. So she cannot predict how the situation is going to change. عقدم مصيري مجهولة يعني كاس جمع مصيري خان زانن يعني أم بيجن مثلا يرو الصبا سوريا خوش So Syria there's no good situation there, and there's no plan to be good, and we don't know if Syria will return back or not. So that's why we don't know what's our destiny. But I heard like she visit her parents like once every year. Yeah. So where do your parents live? منطقة ديرجينا أفروجا We بنا are بقول living in the village which is near to the border, 1 hour far away from the border. So it's close. So that area is not so dangerous, right? خطر يوصل زيداني ما أنا هردتش So تدقي the situation is there is since they have many checkpoints. So it's not that much bad. It's good. Yeah, thank you so much for your cooperation. كما سياتنا قرتن وعز قلقي كيف Thank you so much. Thank you for your coming to my house, and it's my pleasure. And I want to have a dinner to get lunch together if you want, so you can be my Really? guest. Yeah, so you can be my guest. And thank you so much. Yeah. And I really appreciate that you do here because the situation now in Campe it is so boring since all the NGOs stopped. The activity of NGO stopped. Yes. Like when? Since the February, since the Trump stopped the NGO services. See, I know the news. He stopped, Yes, and exactly. like a lot of NGO retreated from this camp. Exactly.
I see. Yeah. And then the situation changes. Yeah, so there is no activity, there is no program, there is no project, so they all the time just inside the house, so it gets them boring because there is nothing to do. ام موظفه الودري موظفه هاري كارن يعني تقريبا هيبه بينج ما So even me, my situation, like she said, like I was volunteer with the NGO, but she get paid. But even like they finished her duty even in March or April, I don't know, something like this. Yeah, suddenly. So even she is jobless now because she doesn't have a kids and she stay on the house alone. So she gets bored. She just want to go out, but there is no job. So I heard from her that like she doesn't want to go back to Syria, but how about other people? Actually, we had a group chat with the other people like before, and I asked them, "Do you want to go back to the Syria?" And most of them, there was young girls, like just my age, and they said, "No, we don't want to go back to Syria, and we don't feel like we belong to Syria anymore. Like we feel Iraq here is our hometown." And the younger girls, like they say, we are born here and we belong to here. We don't know where is Syria or where is it, or we don't even visit there. So we don't want to go back. We don't want to even take a. This is one girl said that. My parents asked me, let's go to do your ID, but I refused. I don't want to even have a Syria ID. I don't want to even visit there. They have an ID of staying in Iraq. You know, they have a, we call it Ikama, just for staying, and they have to renew it every year. I see. But ID itself, it should be Syrian ID. I see. But if they have a Ikama, the ID, they can work in Iraq. Yeah, they can work, they can study, they can do whatever they want. Oh, okay. So almost same as the Iraq national. Same, yes. National. Just not ID, Ikama. A lot of children were born in this refugee camp, right? Yeah, many children, because it's been like more than 10 years. So of course many children are born here. Yeah, so they have never seen Syria. Yeah, some of them never seen Syria, never maybe, visited. and also they have never seen peaceful Syria. No, right? no, of course. They born after war. Yeah. 今インタビューに協力してくれた方がですね、お菓子をたくさん出してくれました。すごいな。たくさんお菓子、クッキー、お水、そしてコーヒーですね。結構しっかり濃そうなコーヒーがあります。なんだろう、これはおそらくウエハースクッキーみたいな感じかな。他にもなんだろうな、What's this? محشيマシマシ شاكرة It's also like a candy. This is candy? Candy, yeah. Really? Okay. いやー、ほんといろんな種類のお菓子を出していただきました。ちょっとね、いただこうと思います。今出していただいたこのね、クッキーだけちょっと食べてみようと思います。聞いた話によるとね、これシリアに行った時に買ってきたものらしいですね。はい。すごく美味しそうですね。見た目いただきます。うわ、美味しい。サクサククッキーに中にクリームが入ってるので、ご想像の通りすごく甘くてね、美味しい。コーヒーも一緒に飲むとめちゃくちゃ合いそうです。いや、美味しいです、これ。シリアのクッキー。このチョコレートにはね、アレッポシリアって書いてあるんで、これはメイドインアレッポシリアのチョコレートみたいですね。アレッポってね、一時期は本当に激戦地として知られてましたけれども、昨日もね、石鹸を見ましたけれども、アレッポ産のものって結構ね、多いみたいです。今いるイラクをはじめ、シリアとかトルコとか、こういった地域にですね、コーヒーフォーチュンっていう文化があるみたいです。コーヒーの中見てもらうとわかると思うんですけど、日本と違って、すごい下の方にね、たくさん粉が残るんですよね。で、上澄みをこっちの人たちは飲みます。なので、かなり濃いコーヒーなんですけれども、この最後に残ったやつを、ちょっとカップに全部出して、そこに最後に残った、模様を見てですね、その模様は何に似ている？例えば鳥に似ていたら、じゃあ今後の運命は鳥みたいに羽ばたいていってみたいなことを言い合うっていう、そういうコーヒーフォーチュンっていう文化があるみたいです。せっかくなんでね、ちょっと僕もやってみようかなと思います。はい。でもうまく出さないとね、汚しちゃうんで気をつけます。Right? Yeah, leave it. My finger. Okay. And for 2 or 3 minutes. Yeah, something like. ちょっとこの状態で 2-3 分待ってみようと思います。كنا بس يلا يا من جنكي كده دركتي او جنجبك شمال كده استوي. She said inside my cup there is a woman and the woman holding a candle. Oh. Yeah. So she imagined that from the sign. Yes. شمال يعني وقت كنت بيج شخص رح نعيده بيشته يعني شخص
So it means like the woman holding the candle means like her way is bright, is fun, is joy. うまいね。 Yeah. うまいね。いい Oh, ね。いいね。 Very nice. Maybe she can open the shop for fortune. Fortune بلكي cookie. تتكون كيفك وانا تدبخيني. لا مستحيلة يعمل قصدي It's just a hobby because you know in our religion it's it's not good. Yeah, it's bad. So just do it Just for hobby, fun. yeah. Yeah. Don't believe it. It's not Yeah. true. لكن يا تاخذ جار ديناي بدريش برا وقتين هاتن ام قويتين تشتن كريمات الطافة تشتن توزيش Next time when you come, so if you come, I wanna order a cream or sun cream or something Oh, from you. for like a skin, right? Yes. The next time I'm going to like do a workshop for like skin. Yeah, skin wallah, routine. so good, so good. Yes. The first participant. Okay. You already applied. Okay. I'm going to Very teach them good. like how to keep skin Very beautiful. good. باشه هم خواز اف کورسه گلی افتشتی واسه گلی باشن بری سالی کی دوا So before like there's a course, it was about yoga and it was about like skin and they contribute them the product and it was from China or Japan. She doesn't know, but she loved so much and it was really good and the people they really love it. I see. Anyway, like hijab is I think good for your skin because like it can protect from the sunshine. So please use hijab when you go outside, like deeply, Okay. to hide your skin from sunshine. Okay. Thank you so much. اهلا وسهلا ويلكم اهلا وسهلا شرفتونا Thank you وانستونا so much and I'm so glad that I have you here and I had a really fun time and I enjoyed and thank you so much for coming. Yes. Thank you so much. Yeah. インタビューを終えました。うわ、眩しいな。すっごい眩しいです。やっぱりね、10年も経つと本当にこういった環境に皆さんね、適応されて生活されているってことがすごい伝わってきました。ちょっとね、今から、もう少しね、難民キャンプの中を歩いて拠点に戻ろうと思いますよ。めちゃくちゃ眩しい。すっごい眩しいです。日差しが強いですね。アッサラムライクン。撮影をしているのがね5月の下旬頃なんですけれども、まだねマシな方みたいです。結構ね今もう30多分3度4度ぐらいはあるんじゃないかな。でも比較的ねこれでもまだマシな方で、8月とかになるとやっぱ42、3度ぐらいいくみたいですね。やっぱりね気温に関してはやっぱイラクは大変ですね。それから冬場はね氷点下を下回ることもあるみたいなんで、その寒暖差が非常に激しいですし、ここに関してはねもうかなり生活は安定してきているみたいなんですけれども、やっぱりその暑さと寒さに関してはこのシリアの方たちが直面している環境っていうのはやっぱ大変なものがあるんじゃないかなというふうに思いますね。いやサングラスかけてもねほんとこう光が目にこう入ってくるとかなり眩しさを感じます。Yeah, it's miracle. Yes. This is my エルビルのホテルで出会ったレストランで働いてたお兄さんがたまたまここにいて奇跡的な再会をした。Yeah, thank you so much. Yeah, let's keep in touch on WhatsApp. Okay, I sent for you, much. Yeah. If you want something, just call me. Alright, thank you so much. Nice to meet you. Nice to Okay, see bye-bye. you. Yeah, bye bye. Thank you. Yeah, it's miracle. Yes, Yeah, he is a staff of a hotel in Erbil. He stayed at the hotel on our first day. Yeah. 難民キャンプの中にはねこういう八百屋さんもねあるみたいです。スイカとかトマトとかじゃがいもとか、品揃えも結構いいですね。向こうの方には果物類でオレンジとかリンゴとか。アスサラムアライクム。サラムアライクム。いや、スパイダーマン。スパイダーマン。かわいいね。ここにはですね赤ちゃんを乗せる用のベッドのおままごと用のおもちゃが売ってますね。実際ねこれよりももうちょっと大きいらしいんですけど、赤ちゃんを乗せて、こういう風にするっていう。でここはねどうやらなんかおもちゃ屋さんみたいですね。すごいな。難民キャンプの中でもこんだけすごい立派なおもちゃ屋さんがあるみたいで、子供たちがねこういう場所で車のおもちゃとか、こっち側にはサッカーボールが売っていたりとか、こういうねフィギュアみたいなやつとか、あとはモデルガンのおもちゃとかも売ってますね。すっごいたくさんのおもちゃが売ってます。でここでね子供たちがさっきみたいなやつを買って、おままごとをしたりするみたいですね。だからリカちゃん人形みたいなやつもありますね。すごいな。街の中にこういう難民キャンプの中にねもう普通にこうおもちゃ屋ができているっていう、もうそれだけ本当に現地の人たちのこうニーズが多様化しているというか、もう本当にこう生活がここにはあるっていうことを感じますね。
設立から10年以上が経つシリア難民キャンプを訪れ、現在の生活について見てきました。個人的に印象的だったのが、ここでの生活に慣れてしまい、もう母国には戻りたくないと話していること、母国には自分の居場所はないからここで生活をし続けたいと話している姿、そういったところが非常に印象的でした。またニュースを見ている限りだと、シリアの内戦が終わってもしかしたらこれから平和になるかもしれないという風に感じていたんですけれども、実際の話を聞いてみると、まだまだシリアに帰ることにシリアの人たちも不安を持っているという、そういった姿もとても印象的でした。ぜひ皆さんの感想をコメント欄で聞かせてください。ハラカンタの YouTube 活動は、ハラカンタを応援するサポーターズクラブの皆様のご支援によって成り立っています。皆様のご支援があるからこそ、こうやって海外の現場に来て取材をすることができています。今回の動画を見て何か一つでも新しい学びがありましたら、ハラカンタの YouTube 活動を応援していただけないでしょうか。少しでもご興味のある方、ぜひ概要欄のリンクからサポーターズクラブのホームページご覧ください。ぜひ最後に高評価ボタンで応援をしていただけると幸いです。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。